夏と唐揚げは切っても切っても切り離せない。夏に唐揚げは重たい。そう思うやつもいるかもしれんが、そんなこの時期だからこそ食いたくなる唐揚げがある。今回は俺が夏場によく作る唐揚げを作っていこうと思う。夏はもう終わるって？終わると思ったら終わる。終わらないと思ったら終わらない。夏はいつだって君たちの心の中にある。俺たちの夏はここからだ。というわけで今日使う物はこんな感じです。そしたら鶏肉からさばいていく。さっぱりめの味付けなんでジューシーな鶏もも肉を使うが、もちろん胸肉でも OK だ。ささみとかでも合うでしょう。筋や余計な脂身が気になるやつは取り除いておきましょう。俺は特に気にならん。全部食う。こいつをなるべく均等な大きさになるように切っていく。唐揚げの場合は少し大きめがいいでしょう。そしたらこれをボウルに入れて、肉に下味をつけていく。日本酒大さじ1、水分足して肉をよりジューシーに。旨味足しとして昆布茶大さじ半。昆布茶がない場合は後ほど入れる梅干しの量を増やせば OK だ。そして風味付けに生姜を削る。さっぱりいきたいんで今回ニンニクは入れないが、その辺はお好みでどうぞ。そうしたら今回の主役梅干しだ。使うのはシソタイプがおすすめ。これぐらいの大きさだったら2個ぐらいでいいでしょう。昆布茶入れてなかったら3個いっていい。種を取り出してこいつを細かく刻み、さらに叩いてペースト状にしていく。メーカーによって梅干しの大きさが違ったりするんで、最終的に入れる量は各自微調整してほしい。そうしたらこれをボウルに入れて、そしてよく揉み込んでいく。こうやって揉み揉みして水分を肉に吸収させていく。本来唐揚げは 2,30 分つけ置きしてタレを肉に染み込ませるのがセオリーだが、今回の場合はそこまでつけ置きしなくていい。粒子の大きい梅肉は鶏肉に染み込まない。表面にまとわりつかせるイメージで OK だ。こんな感じで水分がなくなってきたらもう大丈夫です。こいつに衣をつけていく。今回使う粉はサクッと軽い片栗粉でいきます。片栗粉オンリーだとサクッと軽やかに、小麦粉をブレンドするとややしっとりした仕上がりになる。そしたら仕込んだ物に粉をまんべんなくまぶしていく。よし、あとはこいつを揚げるだけ。よし、じゃあ揚げていこう。なんか揚げ物が苦手ってやつがちょいちょいいるんで、今回は油少量でもできる揚げ焼きスタイルでいきます。普通の揚げ方よりやや時間がかかったりするが、これぐらいの油でも揚げ物はできる。だいたいフライパンの底から1センチ程度の油があれば十分だ。菜箸を突っ込んでシュワッと細かい泡が出るぐらいの温度。これぐらいになったら肉をどんどん入れていく。肉を入れたらなるべくくっつかないように隙間を空けて、このまましばらく動かさず揚げ焼きにしていく。気をつけるべきは火加減だ。ここで強火を使い、油の温度が高くなりすぎると肉質は硬くなり、表面だけ焦げ中は生焼け。これが一番よくある失敗パターン。もし肉をジューシーに仕上げたいなら高すぎない温度でじんわり火を通していく。カリッとさせたい場合は最後に火力を強めれば OK だ。このまま 3,4 分放置したら肉をひっくり返す。ひっくり返したら火加減はそのままで、裏面も3分ほど揚げ焼きにしていく。待ってる間はトッピングの大葉でも刻んでおくといい。
そうこうしてるうちに肉の方もいい感じに。これぐらいの色になればもう中に火が通ってる。慣れれば大体色を見ればわかるようになる。おじさんはなぜか色がわからないんだけどね。この辺は長年の勘だ。全体の色味を確認したら仕上げに火力を強めて衣をカラッとさせていく。ちょっと油跳ねに注意。取り出した後も余熱で火が入るんで気持ち早めに揚げちゃって大丈夫だ。唐揚げを取り出しキッチンペーパーなどで油を切る。器に盛り付けたら刻んだ大葉をトッピング。味変用の薬味に山椒を添えて完成だ。梅の唐揚げ。です。うまい。やっぱ夏はこれなんだよな。ジューシーな鶏もも肉に梅の爽やかな風味が実に合う。油で揚げたこってりジューシーのもも肉の唐揚げ。暑い時期には重いと感じることもあるが、清涼感のある梅の風味がへばった胃袋を呼び覚ましバクバク食える。多くの人が唐揚げにレモンをかけるように適度な酸味は食欲を増進させる。酸味を制するものが夏を制するのです。酸っぱいのが苦手という場合でも鶏肉の脂が酸味をまろやかにし、思ったよりは酸っぱくない。昆布茶の旨味、生姜の清涼感、そして梅の爽やかな酸味。まさに夏ぴったりの唐揚げです。梅ベースなんでご飯も進むし、お酒との相性も抜群だ。山椒との相性も抜群なんでぜひ味変で試してみてほしい。もう少し塩気が欲しいという場合は山椒塩にしてもいいでしょう。確か去年も夏の唐揚げを作った気がする。あっちももちろんうまいが、こっちはもっとシンプルで簡単なんでぜひ一度試してみてほしい。夏の唐揚げはやっぱうめえわ。ごちそうさまでした。